体を引いて、僕は左手がやっぱり雑魚なので骨盤の骨があるので、この骨に当たらないように注意してください。あまりこう力強くいきすぎて骨にグッ。はい、それではセラピストオンラインアカデミーですね、背中の実技の授業をやっていきたいと思います。今日は背中の授業の7番からですね、7番からの続きをやっていきます。はい、では前回までですね、1番から6番までやっていきました。1番から6番までですね。でその6番の続きからやっていきます。最後6番は母子フリクションで肩甲骨沿いを一旦母子で流して、でその後背骨の横の脊柱起立筋ですね、こうやってきました。はい、ここからですね。で7番から左側と右側に分けていきます。7番から左側を、ずっとやってって7、8、9、10、11、12、13までですね、13まで左側で、反対ですね、それが終わったら次こうね反対側に行って右側を7、8、9、10、11、12、13までですね、こうやっていってきます。なので左側、お客様で言うと右ですね、右半身を一旦やって、その後お客様の体でいうと左半身をやっていきます。自分から見ると左側右側という形でやっていきます。はい、では7番やっていきましょう。7番ラインフリクションですね。ラインフリクション、足でもね何度か出てきたラインフリクションです。はい、まずですね、背骨と肩甲骨、背骨と肩甲骨ですね。この背骨と肩甲骨の間をラインフリクション、際から際までなんで首の付け根からこの肩甲骨の沿いをやっていきます。まずは肩甲骨沿いですね。はい、でやっていくとちょっとねしっかりめに圧入れていくと分かるんですけど、肩甲骨がこうあって、肩甲骨のこうね、一番下の部分ですね、この肩甲骨の一番の下の部分からちょっと内側に入ったこの辺りに結構コリが多いんですね。こうコリポイントというかコリコリっていうポイントがあります。なので、その部分をちょっとしっかり見つけたら重点的にこうマニュアル通りやって動かしていくんじゃなくて、ちょっとコリを見つけたらそれを重点的に狙ってほぐしてますよっていうのをちょっとアピールするようにですね、あ、コリがあるなって見つけたらちょっと重点的にやってみてください。はい、でその後背骨沿いですよね。背骨の横の起立筋沿いを腰の部分までやっていきます。でここにね骨盤の骨があるので、この骨に当たらないように注意してください。あまりこう力強くいきすぎて骨にグッて当たると痛いので、起立筋沿いを腰の方に向けて流していくんですが、骨のところまでいったら大きく包み込むようになるべく大きく包み込んで戻ってきます。もう一度いきますね。じゃあ一旦手元のアップでいきますね。手元のアップでいきます。まずは肩甲骨沿いを流していって、これも注意してほしいのはちっちゃくならないように。背中の特徴ポイント、背中っていうのは広い面なのでちっちゃく動かすとあんまりこうね敏感に感じられないので、すごくちっちゃく感じます。この小ささのストローク短かったりちっちゃく動かすんではなく、ダイナミックに大きく、そして起立筋沿いも同様にある程度しっかりストロークをとって、で上まで来たら大きく包み込んで肘までいって戻ってくる。はい、
じゃあ引きで取っていきましょう。体の動きですね、体の動きを見ていきましょう。まず、体ですね、しっかり手だけでやらないように、こうやって手だけで動かしちゃっていくとどうしてもストロークも弱くなるし圧も入らないです。僕は右利き、右の方が力あるので左手ですね、左手に体が連動する。で右で戻る、左で行って右で戻る、左で行って右で戻る、このようなストロークですね。これが7番になります、ラインフリクション。続いて8番やっていきたいと思います。8番の手技はちょっとね特殊な動きというか、腕を取りに行きます。腕をねこういう状態に持っていきたいので腕を取りに行くんですが、まず一旦肘まで行って戻ってきて、7番が終わってここで終わりますよね。そしたら左側ですね、僕の左側、お客様でいうと右腕を取りに行きます。左側の手を取るときに外側の手が先行して内側の手が後から取って、で外側の手が手首、内側の手が肘を取って体をスッと移動させてやっていきます。はい。でこの時に注意してほしいのは肩の可動域。肩の可動域がねちょっと悪そうな人、40歳以上50歳以上の方ですね、もちろん年齢でっていうわけじゃないんですけど、ちょっと肩が硬そうだなとか動いてる時にちょっと痛そうだなっていう場合は一言ね、体勢お辛くないですかっていう一言お声掛けをしてみてください。そして注意してほしいのは、この時にいきなり早くやらないってことです。スッとやっぱりもしかしたら痛いとか可動域悪い可能性もあるので、ゆっくり持ち上げてゆっくりこの位置まで持ってきてください。でその時に肩甲骨の位置がすごく大事になります。肩甲骨の位置です。肩甲骨の位置が例えばちょっとね肩が上がっちゃってるタイプの人だとここがすごく狭くなります。なので肩を持ってちょっとずつ揺らして肩甲骨を下に落とすイメージですね。ここを広げたいんですよ。この隙間ですね。この隙間を広げたいので、こう肩が上がっちゃってると実はこう狭くなっちゃうんですね。で指がここの辺入らなくなるので、肩に手を入れてちょっとずつ揺らしながらちょっと肩を落とすイメージです。ここを落としていくイメージでやっていきます。はい。でこことこの肩甲骨の位置が少し下がってきたら母子フリクションですね。肩甲骨と背骨の間を大きく円を描くようにフリクションして、でもちろんワンストロークでもいいです。ここで肩甲骨をねしっかり動かしてからやるとよりしっかり肩をほぐすことができます。はい。でこの時に肩甲骨ほぐしている時にこの左手、外側の手ですね、左手はしっかり手首サポートして押さえつけたりとかギュッと力入れて握りすぎないように注意してください。こっちの手もね結構重要なのでしっかりサポートしておいてください。こっちをほぐしてる間ね、こっち置かなかったら手が宙ぶらりになっちゃってお客さんもやりにくいので、こういう形で持って体でしっかりほぐしていく。で肩甲骨と背骨の間がすごく狭くなってると、ここはねやっぱ狭いとやっぱりこう母子が入りにくくなってしまうので、ここ広げたいっていうのがあります。なのでここですね、肩の下にちょっと、鎖骨より手前、肩の関節のところに手を入れて少し揺らしながらちょっとこう肩を落とすイメージです。そしてここ開いちゃう、こういう感じですね。
でちょっと落としてからしっかりほぐしていく。でワンストロークでも大丈夫ですね。なので一回円を描くように背骨と肩甲骨乗らないように、骨には乗らないように注意して、かつギリギリまで大きく円を描いてほぐしていくんですけど、骨に気をつけながら大きくやってみてください。でその後ワンストロークでしっかり肩甲骨周りですね、肩甲骨と背骨の間をほぐしていきましょう。続いてそのままつながりとして、そのままここ終わりましたらスッと肘まで腕を持っていって、肘をしっかりサポート、そして、手もサポートですね、手首サポートして一旦元の位置に戻すんですけど、そこからちょっと腰掛ける、ベッドに腰掛けてお客様には触れない程度で、肘のこの境目ぐらいのところに足を入れて浮かせます。で浮かせて、ここからリンギングですね、絞るようにリンギングをしていきます。でこの時上腕のリンギングするんですけど、なぜこれ浮かしてるかっていうと、やっぱね、手が大きい人だと、失礼します、このままやるとちょっとね絞りにくかったりするんですよ。で僕男性でいうとそんなに大きくないので、これだったらね実は僕なくても絞れます。ただやっぱり手がこう入りにくいとかやりにくいっていう場合でしたら、さっきみたいに、失礼します、